J-WAVE をお聞きの皆さん、こんばんは。東京都在住、熊本県出身、ワニマのベースボーカル健太です。今週も始まりました深夜に音楽座談会 WOW ミュージック。今日お迎えするのはワンオクロックからタカ。はい、来てくれます。ありがとうございます。はい、なんですかね、初めましての人が2週続いたので、今回やっと知ってる、最近話すようになったんですけど、やっと自由になんていうんですかね、タメ語で話せるというか、落ち着いて話せるのかなと思うので、聞きたいことたくさんあるので聞いていきたいと思います。J-WAVE ワオミュージック、今日はワンオクロックからタカ君来てくれてます。ありがとうございます。どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。呼んでいただいてありがとうございます。ありがとうございます。やっとタメ語で話せるというか、肩の荷が下りた感じ。もうタカが今日入ってきてくれた時に、もうめちゃくちゃ安心した。あ、本当。3日前も一緒やったもんね。そうですよ。あんまりね、逆に仕事現場で会うっていうことの方が少ないから。いやそうで、明日も会うしね、朝10時半から。そうですよ。もうよくわかんない。そうやから、こうやってラジオで話すっていうのがすごく不思議な気持ちですけど、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、出会い出会いはいつ？一番最初の出会いはだからあれじゃないかな。僕らのツアーの初日の静岡エコパだよね。そうにゲストアクトで来ていただいて、そう、ワンクが呼んでくれて、ワニマを。そう、だからもう勝手にやっぱ僕らもずっともちろんワニマの存在も知ってるし、同年代だっていうことももうずっと知ってたんだけど、なかなか絡む機会もないし、あの時はね、コロナ禍ではないし、お互いのスケジュールがやっぱりすごいあったじゃないですか。ありました。でもラジオとかでね、すごい俺らの話してくれてたのとかも知ってるし、なんかどっかで絡めればなと思ったんですけれども、あの時はだからあんまり喋ることなかったですけど、あそこからちょっと時間が経って、だいぶ経ったけど、そうやね。なんかね、若かったしさ、若かったってそんな昔もないんだけど、まだギラギラしてる状態じゃないですか。ギラギラしてましたね。だからお互いなんか柔らかい状態でスッと溶け込むっていうのではないよね、ロックバンドで。そうで、しかもワンオクが呼んでくれた。でもまだ俺たちは次、俺らが呼んで、やっぱ対バン文化があるから、俺たちが呼んでからやっと仲良くなれるみたいなとか、変な尖ってた部分もあったし。いや、もう伝わってきましたよ。めっちゃとんがってんなと思って。でもそれがすごく俺はやっぱ嬉しくて、仲良し小良しでずっとね、ステージの上もステージ降りてもってやっちゃうと、やっぱり人に伝わらない部分があるし、健太の最初のファーストコンタクトの距離感っていうのは、僕はやっぱりボーカリストとしてリスペクトすべきところだなと思って、あの日は諦めました。だから仲良し。いやなんかやっぱ対バンでステージ上でやっぱ見せたかったっていうのがバンドマンとしてのあったから、でもあそこからぐっと近づいたのはやっぱこのリープロジェクト。そうですね、はい、リープロジェクトで清水翔太と一緒に何かね、この中でできることがないかっていうことで、最初2人で曲作ってたんだけど、翔太とね、やっぱり同年代って近すぎて近づけない部分がすごいあるじゃないですか。88年、そうだ、だからそういうものをなんかやっぱり自分たちの中でも一回取っ払って、コロナがあるからっていう言い方したらおかしいんだけれども、これをいい方向にね、なんか持っていける、自分たちも成長できるっていうところで、声をかけて、僕の方から連絡を久々にだから LINE したんだよね。静岡の日に LINE を交換して、もうだからその期間 LINE してないから、してないよ。そう、連絡先は知っとったけどっていうので、コロナでリープロジェクトやるっていう電話から、そうやね、もうそっから LINE が綺麗な履歴だったからね。言葉一つも残ってない。そうやね。ワンオクタカみたいな感じだったから、こうなっちゃう。どうしたんかなと思って。本当に。でも2つ返事で言っていただいたのは本当嬉しかった。いや、もうあの時にやっぱコロナ中にやっぱ日本を元気づけたい、世界をやっぱ勇気づけたいっていうタカの電話があったから、もう絶対これは参加したいと思って参加した。ありがとうございます。そっからですよね。そっからどんどんやっぱりもういろんな話もして、そう静岡の時に話せなかった思ってたことも話したし、タカに対する思いやったりも話したし、なんならもうどれだけお互いが近づいたかって、今俺がしてるサングラスもこれタカからもらったやつだからこのカメラ映ってるの。そうなんですよね。そうなんですよ。懐かしいけど最近の話だよね。そう、もう最近懐かしいようで最近ちょっと会いすぎてる感じはありますね。はい。いやでも嬉しいですよ。本当にありがとうございます。
共通点がうんタカと僕はうんいろいろ話してめっちゃ多いよ。いやそうタカがこういろいろ言うてくれね。俺もそうして帰っていろいろ考えてみたら結構あって共通点がすごい。まず、まあ同い年でしょ。同い年8日で誕生日も13だよね。 13で俺17、 17 4月のね。 17ほんでボーカルでしょ。ボーカルやっぱなかなかそこまでリンクする、しかもロックバンドではいいないですよね。いない唯一だからそこでちょっと違うなっていうのはベース持ってる持ってないそうやねベース持ってる。まあ俺も持ってるだけやけどねあれ持ってるだけそんなわけはないんですけどね。あと、メンバーがあと1人多いワンオクは。あそうだね。3日前もタカと結局 3,4 時間音楽の話してましたね。してたんですよね周り全員シカとしてね。いやもう周りしかとであまりにも熱い話するからもう周りの人たちがあと20分だけっていうのもうやめてストップウォッチ持ってやっていやでもちょっともうちょっとっていうのでねえ、あれは本当に自分にとってもすごくいい日だったな。いやそうもう俺もやっぱ振り返るとタカに出会ってからかな。やっぱ俺めちゃくちゃその鎖国してたうん時期がすごいあって、うん言い方悪いけどもう同業者は敵やと思ってたからもう同業者に対して手の内なんか明かさんぞそれ言っていいのそれ大丈夫なの？いやもうタカやからこそ、そうやって思っとった、鎖国してた、うんやっぱこう変な色もつくのも嫌やったからっていうのもあったし、うんうんでもやっぱこうタカに出会ったからかな。タカがやっぱいろんな人に対して全力で 100% で抱きしめるっていう、うんいろんな人に対しても分け隔てなく、うんやっぱその姿を見てから、うんそういう人間像をずっと追いかけてきたのにどっかでこうそういう風に鎖国してたから、うんそういう時にタカにこう出会って、そのタカといろんな話をするようになって期間はすごいかかったけど、うんタカにすごい感謝をして。いやありがとうございます。嬉しい、そういうの聞けていや。でもなんかやっぱ僕自身もねこのバンドやり始めて16年ぐらい経つけど、やっぱり最初はワニマの場合はどちらかというと絶対にやり遂げたいことがあるから仲良しこうしてやりたくないっていう、やっぱり一番って一つの席しかないじゃないですか。そうなんですね。そこを争うことってやっぱりそんな生半可な気持ちでやっててもしょうがないし、でその気持ちすごいよく分かって、逆に僕らの場合はデビューしてずっとやっぱりこう色眼鏡で見られてたバンドだったから、逆に言うとね健太とはまた真逆の方法論というか、まずは僕らを見てください、仲良くしてください、実はそんなバンドじゃないんですっていう紹介というか自分たちのアプローチの仕方っていうのが何年も続いたんだよね。でもやっぱ心のどこかには誰にも負けたくないっていう強い気持ちがあって、だからこそ逆にそれができたのもあるんだけど、やっぱすごくその反骨精神ってすごいやっぱエネルギーになるじゃないですか。なりますね、怒りとか喜びとかね、はいはい、でもそれがいつの日かこうなくなってしまう日ってやっぱあると思うの。バンド俺らも最初はもう世の中に対しての怒りとか、自分たちを色眼鏡で見てくる人たちに対する怒りっていうものが原動力になって、ステージの上で思いっきりその怒りをぶちまけてパフォーマンスしてたんだけど、それがいろんな人に伝わってって、気づいたらキャパも上がってって、自分たちを知ってくれてる人たちが増えてた時に、誰に対して怒ったらいいのかわからない瞬間っていうのが今度出てきたんだよね。だからそうなった時に怒りに身を任せて何かを言うのではなくて、また違ったテーマを掲げてなんかこう前に進んでいかなきゃいけない瞬間があるっていう、それになんかねふと気づいた瞬間があったんですよ。できっと健太もやっぱりもういろんなことを自分の中で多分ある程度目標としてこうクリアしていった中で、ついに次の目標を掲げる多分時間が来て、でその一部に僕が慣れてるってことはもうすごく嬉しいし、だからなんかこうこの先ね、この前もちょろっと話したけど向かっていく方向っていうのは決まってて、あとはそれをどれだけの熱量とその自分のやる気とスピードでそこにどれだけ早くたどり着くかっていうだけの問題だと僕はもう思ってるので、そんなに僕が教えれることは何もないんですけどね。いや6年間海外でずっとやってたタカの、その苦労やったり苦悩を聞いた時に、同世代でタカのその言う言葉がすごい刺さったし、いや嬉しいですね。本当にありがたかったなと。いやとんでもないです、でもやっぱこれからねワニマもやっぱり自分たちのすごい大きな目標があるじゃない、だからそこに向かってこう走っていく姿っていうのを、俺らはやっぱりどうしても今こう拠点を海外に置いてみたいなところで頑張ってるけど、そこをこう日本でしっかり大きい野望と野心を持って突き進んでくれるロックバンドが同年代にいるっていうのは俺すげえ心強いんですよ。いや嬉しいですよ、だから、いつも言ってるけどいつかタイミングでね、ちゃんとそのお互いが頑張った証っていうのをまたぶつけられる日がステージの上で来ることをね、すごく俺は楽しみにしてるんですけどね。いやもうすごい楽しみですよ。やっぱ静岡読んでくれたし、配信も僕出させてもらったし、今度はワニマがワンオクを呼ぶ番かなって。お願いします。そうですね、待ってます。ありがとうございます。ちなみにタカが影響を受けた曲とかありますか？
俺はね多分、一番最初にバンドで衝撃を受けたのがリンキンパークで、リンキン映画館でね多分そのリンキンの CM かなんかが流れたのかな、アルバムの。それを聞いた時にびっくりして、あのバンドなんなんだみたいなのはすごく鮮明に覚えてますね。それまで僕あんまり洋楽に興味がなかったからずっとその J-POP ばっか聴いてた。まあお家柄もあるし、そうよね、歌謡曲とか J-POP の方がすごくなんかこう耳に入ってきやすかったんだけど、あれはだから結構すごい衝撃でしたね。で蓋開けてみたらやっぱりそのマイク・シノダだったりとか、アジアのメンバーが結構いるっていう、だからなんかすごくそこも通ずるものがあるのかなみたいなことで、だから僕にとってはすごくこうバンドを始める上で重要なヒーローになってる可能性はなきにしもあらずですね。なるほど。はい。昨年開催したフィール・オブ・ワンダーとスタジアムライブストリーミングについて聞きたいと思います。はい。ZOZO マリンスタジアム無観客開催、初のオンラインライブやりましたね。はい。いやもうずっと多分近くで見てくれいてたや近くで見てましたし、ね、リハーサルも僕行きましたし。そうだよね。まずは参加してくれてありがとうございます。いやもうそこかな。もちろんケンタ以外のそうね、リープロジェクトね、メンバーも本当にやっぱりすげえ難しいスケジュールの中ね、合間を縫って、しかも僕らの土俵でっていうなんか非常になんかこう、僕らとしてもおこがましい限りなんですけれども、でもそこに出ていただいたことでリハーサルでケンタがずーっとバックグラウンドの方に立ってたじゃないですか。ずっと出ましたよ。ずっと立ってんなあいつと思って。ずっともうリハーサルから見てたしね。そうめちゃくちゃいや嬉しかったですよ。だからケンタのそういう追求心とかさ、サービス精神的な部分ってすごいよね。本当冒頭も言いましたけど、全然ですよ。ちゃんと俺はここにいるんだよっていう証明みたいなものを常に必ず残してってくれるなっていう印象があって。本当ですか。そうだからあの時もすごいリハーサルを一人だけポツンと遠くから見てくれてる感じがすごい伝わって、ずっと見てたね。いやすごい嬉しかったですよ。でもやっぱ大変だったけど、ね、でも本番ギリギリで、頭から最初から全部通してたやろ。やってた。びっくりして、それがそう頭から通しっていうのは多分珍しいんやないかな。いやもうね相当ピリピリしてたから俺。いやもうそうもう顔つきが全然違ったからあれこんな顔引きずっとったっけやばかったんだよね。いやでまた俺その当日じゃなくてリハーサルをさ見に行ったやんか。そうです。もうそこの時でもこの完成度がすごかったんやけど、またその当日のタカまたワンオクの他のメンバーの、今日そのオンラインを成功させるんだっていう意気込みがもうすごくもう肌で感じて、もう見逃さずリハーサル全部見たいなと思ってずっと見てた。いや嬉しかったね。なんかああいう部分ってすごく実はあんまり表に出しちゃいけないさ、部分でもあるから、なかなか自分の中でやっぱりこうゲストもいるし、オーガナイズとしての立場に立った時に、やっぱりみんなに常にこう楽しくいてほしいっていうのはあったんだけど、でもやっぱり特別なライブだったし、もちろんお客さんがいないと初めての試みで、いろんな新しいことを取り入れてたから、スタッフの皆さんもやっぱりすごい困惑してるし、で僕自身も新しくやりたいことでうまくいかなくて揉めたりすることもたくさんあるわけですよ。だからそういった中で神経が張り詰めた状態でのリハーサルをしてる時に、パッとこう瞬間的にこうケンタが入ってくると一回気持ちが落ち着くというか、ね、本当。俺バレないように見てたんやつもりやけど。バチバチバレるでしょあれあんなとこに一人だけポツンとなってたらそうやな。でも俺ら ZOZO マリンスタジアムで俺ら無観客をやって、そうだよね。でタカもそのライブを見たよって言ってくれて、俺らはこの3人で俺らなりのワニマなりのマリンスタジアムやったけども、タカたちのワンオクのマリンスタジアムまた違って、もうマリンスタジアムでできるオンラインの全てをやりましたね。もう全部もうし尽くした感じが、もうそれを見れたし、これだけ違うんだっていうのも見れたから。ケンタの時はもう雨降ってびちょびちょだった。びちょびちょやったね。俺だから本当に怖くなっちゃって。いやだって電話してきたもんね、あれどうやったんみたいな。そう俺もう耐えられねえんじゃないかなと思って自分が。そうやね。その後もそのお客さんがいないってどういう感じっていうのそうで聞いてきて、えぐいよって言ってこういう感じだよっていうのでいやでももうすごかったです。映像もそうやしバッチリやったし、でまた後どれだけやっぱタカが気持ちが入ってたかっていうのが分かったのが、もうZOZO終わったら抜け殻になってたやん。もうだって俺びっくりしたんが、タカんち行ったらタカが体育座りで真っ暗な中
部屋の隅っこに座っとったんですよ。うわこれ結構来とるなと思ってこれタカほっとけないなっていうので急接近したこともあるんですけどほぼあれこれ俺んちかなって思うぐらい俺タカんちいましたから確かにサポートしてくれたよね。清水翔だと俺もう、ありがとう本当に。いやだからそのくらいタカはその ZOZO マリンのオンラインに対してかけてたやっぱ日本のみんなを世界のみんなを盛り上げようとしてた姿を僕は間近で見てたからありがとうございます。空っぽでした。すごかったね。今もうこうやってまた話せてるのが嬉しいもん。いや本当にでもあれを本当にねHP0 を100まで戻してくれたのは翔太と健太で本当にありがとうございます助かりました本当に。いやいやよかったです。恩人です。ありがとうございます。はい。海外でのライブはどうですか？日本との違いとか。海外はねきっと健太もそのうち行くことになると思うけど、だからタカがよく言うやんかもう日本で教えれることは健太に教えることはない、とにかく海外に一回来てくれみたいに言うやんか、俺らもそうでやっぱりなんかこうバンドとしてある程度ゴールが見えてしまっている状況の中で自分たちがそこに向かって走ること、その時にはもうすでに次の目標がなきゃいけないのに持ててなかったっていうことで、俺らは海外にっていう挑戦の仕方をしたんだけど、やっぱりね全てが違うから自分たちがこうなんとなく思ってた海外のイメージみたいなものは一回ぶち壊れるよね。で舐めてた部分も当然あってで頑張んなきゃいけないと思ってた気持ちもあったし、やっぱり怖いんですよ。こんだけライブやってても、白人黒人ね、そしてスパニッシュもいれば、もちろんアジア人もいる、そういった中に日本人相手だけにしかしてなかったバンドがやっぱこうちっちゃいステージで何かをこう表現しなきゃいけないってなった時やっぱすごく怖くて、でもそれをやっぱり克服していった先にまた次のなんか目標が見えてくるんじゃないかということでやってたんですけど、最初はもうね本当に阻害されてる気分ですよね。だからその6年間海外に行った6年間、すごい経験やなって。俺らが知らないところで俺らが見えてないところでタカすごいいろんなことを背負って自分の目標のために、だからすげえプレッシャーの中やってたんやなっていうのを聞いた時にタカのこの厚みというか、いやそれね思った。あとタカが MC で発することあれ受け取る側からするとすごい強い言葉やったりするかもしれないけど、あれはきっとタカは自分に対しても言ってたんやなっていうのはすごく思った、まさにそうですね。やっぱりなんかこう一人じゃ何もできないし、そこにいてくれるメンバーが背中を押してくれて、スタッフがいてくれてでファンもいてくれて、いろんなものがこう自分にとって味方だって思いながら戦うんだけど、ってことは自分が負けてしまったらその人たちを裏切ることにもなる、だからやっぱりステージの上では自分に対してそういう自分が思ってる言葉っていうのを多分突きつけてる、そういう結構6年間がずっと続いたんじゃないかなっていう印象は本当にあるよね。だから日本からさ海外にライブをワンオクのライブを見に来た人たちにも、日本で待っとってくれっていうのもすごく俺それを聞いた時にやっぱタカのその俺は海外でやってるから、そこのその覚悟のその熱さも全然違うし、なんかねあれもすげえなんかニュースになって、やっぱり言葉ってそうだよね、どんどん湾曲していくんですよ。で意味も変わってくるんで、もどかしかよね。でその風景を見た人にしか分からないことってたくさんあるじゃん。でもそれをやっぱり分かりやすいように誤解のないようにっていう人間的な優しさを持って、もちろん伝えることも大事なんだけど、でも僕らが今挑戦してることって、言葉も変な話文化も通用しないようなところで戦ってるから、やっぱり自分たちはそこに行く覚悟の置き方として、やっぱりねノーはノーって言わなきゃいけない、そういう国なんですよ。やっぱり日本ってすごい特殊な国だからイエスとノーの中間があるんだけど、そういうことではないんだっていう、僕らがやりたいことはこういうことなんだっていうのをやっぱ常にね、何か犠牲を伴ったとしても常にこう提示することによって時間をかけて理解してもらうっていう、だからすごい大変だったんですよ。でもそういうやっぱ経験が自分たちがこう日本に帰ってきた時にやっぱすごく強いものに成長していて、改めていろんなことにもやっぱすごく感謝できるし、人に対してもやっぱりこうしっかりとね真正面からぶつかっていくっていう、そういう精神もすごく養われた気がして、この前の健太との会話の中でも、健太のそのなんか思ってることとかをさ、初めて多分ちゃんとあんなにぶちまけてくれた。そうやね、だからあれを聞いた時に完全に次のステップいったんだなってすごくね本当にこう腑に落ちましたね。
タカには話そうと思って話したから、そう自分が今置かれてる現状で、タカが海外に行っててその話とかもだから、タカにはもう正直に自分に嘘をつかずに、嘘ついとったわけじゃないんやけど、もちろんそれはそうですね、見せないようにっていうか、してたとこもあったけど、もう本当正直に言っていっていいんだなっていうのはすごく思って、だからタカの本当に感謝してます。いやもう嬉しいです。もう同じ世代同じ仲間がね、同じ志を持ってるってもう何にも変えられない喜び、ね、本当に。だからタカのその周りでもさ、その音楽やってない飲食の同い年、例えば浩平とかいると話したりするとやっぱりすごく刺激になる。音楽以外でもそうだ、ね、このコロナの時期でなんとか、前を向いて、で集まればさ、みんなでさやっぱり熱い話にもなるし、でもこうふざけたりもするけど結局熱いとこに戻る、自分たちの持ち場に戻るっていう感じが、すごくいい関係性やなって思いました。この88年はラスト昭和じゃないですか。そうなんですよ。昭和のいわゆるちょっとこうぶっ飛んだ感覚と、前にこう突き進んでいく戦車のような強さと、それと同時に全く真逆のこう繊細さがある、だからそういった部分をやっぱりすごく僕は大事にしたいし、結局職業関係なくて最後は人間なんだよね。そうやね。だからそういうコミュニケーションディスカッションって素晴らしいなって思う。すごいね。この前のその長い話の中でもずっとやっぱ結局たどり着いた時は人間力やねっていう。そう結局ね、最後はもうそこしかないっていうね、そうやね、海外でもいろんなライブを見たり、やったりしてると思うんですけど、海外で見たライブの中でわすごかったとかいうのがあれば。ここ最近で一番印象に残ってるのは、それこそさっきちょろっと話したリンキンパークのチェスターが亡くなった時に、ちょうどアメリカで一緒にツアーをやる1週間前に亡くなっちゃったんだよね。で彼が亡くなってリンキンパークがその自分たちの周りのロックミュージシャンを集めてロサンゼルスで追悼ライブをやったわけですよ。その時に何回も聴いて、何回も歌ってきた曲をマイク・シノダは僕に託してチェスターの代わりに歌ってくれと。でリハーサルもやったんだけど、全く歌えなかったんだよね。なんで？なんか分かんないのよ。もうねYouTube とか上がってるから見たら分かるんだけど、キーも取れない、でもう上がっちゃって何を歌ってるかもう自分で分からなくなってた。そうなんや。そう経験はね、俺多分自分がボーカリストやってて初めての経験。そんな音取れないとかあるよね、タカでもね。もうなんかくるくるパーって感じです、頭が。練習もしたやろ。してるタカのことやから。そうでも自分がリンキンパークのメンバーと一緒に演奏してるっていうことで、目の前にいるのはリンキンパークのファンで、で横並びを見ると自分が聴いてきたミュージシャンが全員揃ってる。すごいよな。自分はなんでそこにいるんだろうっていうパニック状態に陥って、もう全く歌えなかったのね。でこれはもう二度と経験できないと思って、もう最後まで覚えておこうってこうステージの上でこう噛み締めながら歌ってたんですよ。したもひどいもんでひどいもんで、もう今その再生回数がグーン上がるよりいや見てほしいあれはねなかなかもう本当に飛んじゃってる感じ、あれは自分でも結構印象的に残ってる。もう自分でも不思議なんや。もう感極まってとかやないやもんね。覚えてないのよ。もうその時の瞬間を。いたずらや。いたずらだね。いたずらするお前なんかにまだ歌わせんぞそういうことかもしれない。いやそうやと思うよ。いや本当にあると思う。だからあの時はなんかすごいちょっとスピリチュアル的なね感覚に陥ったというか、いやあるよ、絶対あるよ。あれが結構すごい印象に残ってますね、僕は。なるほど。はい。続いてはワンオクの最新曲レネゲイズ、はい、についてお伺いしたいと思います。ありがとうございます。多分そうやと思うけど出来上がる前にタカが聞かせてくれた。そう聞かせてくれたデモみたいなやつね。で、あの時からもうロックがまた戻ってきたなっていうのも思ったし、でまた出来上がりを聞いて MV を見て思ったのが、魂を感じたなっていうのが、もうビート感もそうやし、もうロックこのテンポのロック求めてましたっていうのが、思いました。ありがとうございます。今回はねエド・シーランというアーティストと一緒にこう共作できたことも貴重な経験だったし、何よりもやっぱり自分たちがこう前回リリースしたアルバムっていうのはもう全くロックではなかったわけですよ。でもそれはやっぱりこうちゃんとした意味があって、自分たちの中でもう一度やっぱりロックを見つめ直す時間、でそれでいてなぜアメリカで自分たちが活動してるのかということ、やっぱり目指すゴールがあるからなわけで、ロックバンド
ンドとしてロックの音楽を鳴らしてればそこにたどり着けるのかと言われれば、実際そうではなかったところで、あえて一回ロックを捨てたわけですね。でその中で感じたこと気づいたことを今の作ってるこのアルバムに全部込めてる。でその中の第一弾としてこの Renegades があるんだけれども、やっぱりメッセージ的にもさっきも言ったけど、やっぱり怒りってなくなってくんですよ。不思議なもんで、こんな素敵な仲間ができてさ、横見たら大好きな人たちしかいないわけじゃない、何も起こることなんて一つもない、で自分も満足してる、でもそれではロックバンドとしてはやっぱり飯食っていけないじゃないかと、堂々とは。だからそこで何を自分が感じて発信したいのかっていうことをやっぱりもう一度考える必要がある。でその中でやっぱこういうコロナだったりとか、世界的にね人種差別の問題とか、いろんなことを考えさせられる深い時間があったじゃないですか。ありましたありました。そういうことをこう自分たちの中でね、一つこう組み合わせながら、エドと一緒にメッセージをこう放っていくっていう、このレコーディングをしたのが2020年の2月なんだけど、その前からやっぱりそのロックの音楽っていうものがなぜ今全世界的にこう衰退してしまってるのかとか、そういうことをやっぱりすごい深く考えて追求したのね。でそれにこうやっぱり今のこの混沌とした時代がこうかぶさってきて、だから自分の中ではすごくタイミング的にはこの曲を一番ファーストでリリースできたのはすごくいいことかなと思ってますね今は。いや間違いないと、はい、また何よりエドと、はい、レコーディングしてるのが、はい、YouTube で上がってるのを見た時に、はいはい、俺はこうワニまでやってて3人でスタジオで小さいスタジオで音をドーンって出して、俺がイメージしたものを作っていく、でだから結局言うたら自由に作れる、はい、でも映像を見た時にエドがこう言う、歌ってるメロディー、でまた同時進行で歌詞も、はい、言葉も違うわけや、ただ英語喋れるけど、とっさに英語歌いながらメロディーをエドが言うメロディーを歌うタカの姿を見て、これは自分から生み出てくるものよりも、一回自分のこう英語を捨てて、エド・シーランがエドが言うことを信じて歌う姿を見た時に、こっちの方が大変やなっていうのを思った。ありがとうございます。顔も引きつってたいやめっちゃ大変やろうなと思って、エドあれはすごいと思ったわ。優しいからいろいろ言葉をかけてくれるんだけど、答えたいじゃん、でもさ歌わなきゃいけないしピッチも気にしなきゃいけないし、発音も気にしなきゃいけないから、もう英語全然出てこないのよいや大変やろうなと思って。そうだからもうでもね、あれがやっぱりまた次の成長に、いやもう間違いないと思ったわ。ですね。ロスに普段はね、なんか拠点を置いていろんな音楽を作ったりすると、いろんなやっぱアーティストと会うじゃない。基本的に向こうでの作曲活動って、一人じゃないんですよ。いろんなライターさんが集合して一つの曲をみんなで作るっていう、そういう作業が基本的にベーシックになるね。俺は最初すごい戸惑って、いやそうよね。だって相手のさ、その日の天候やったり食べ物何食べてきたか気分でも変わるわけやろ。そうよ。だし初めましてだから。そうやね。喋ったこともない、何も前情報がない人たちと新しい曲を作るって、そんな不可能なことをなんでやるのって思ったんだけど、人間っていうのはね、こう慣れがあるから、それをずっとやっていくとそれに慣れていくんだけど、今度それをやった時に自分の弱点がね明確に見えてくるんですよ。やっぱり自分のことを解体するのは自分ではできなくて、人に解体してもらうことによって自分の弱さとか弱点が見えてくる。でエドともそうなんだけど、あれが多分ね4年前に同じことできたかっつったら、絶対できないのね。こんだけいろんなことを経験してやっとここにエドが入って、それでもそこにこう食らいついていける、自分の精神状態もそうだし、前に進んでいきたいっていう気持ちだから、もちろんエゴもね、今言ったようにアーティストだからいっぱいあるじゃないですか。いやそうなんよ。でしかもまさにボーカリストやんか、で自分がこう歌いたいとかあるのに、こう一回エドが言うてる姿を見て、やっぱすごいことやと思ったね、俺あれをね。俺も自分でやっててびっくりしたんだけど、でもやっぱりそこにはリスペクトがやっぱりあるんだよね。だからそれもすごく時間をかけて作ったリスペクトだから、エドとはねあんまりその一緒に何かやろうっていうお話はしてこなかったの。本当に友達として彼が日本に来た時は全力でエドにもっと日本好きになってもらいたいという気持ちで、一緒に遊んで、本当そういう関係性の中から出てきた、楽曲制作っていうことだから、まずはやっぱそっちのが大事なんですよね。だから誰とでもできるわけではもちろん当然ないんだけれども、すごくエドという人間が寄り添ってくれたことによってこれだけ素晴らしい作品ができたっていうのはもう本当にありがたいなと思う。サッカーもしたんやろエドと。サッカーしてたよ。あっちマジで来るんやろ。マジよ。日本対イングランドだよでさ、普通に考えてタッパも違うじゃん。
すごかね。そうほんでしかも、アジアツアー中全部の国でやるわけよ。やばいやんか。もうやばい。エドは一応そのスポーツが好き、もちろん好き、サッカーも好きなんだけど、イングランドだから。でもやっぱ体力作りのためもあるわけ、だからやっぱ最初は、俺らも、そんなねもうスーパー世界のアーティストですからそんな俺らも本気でさ、行かないし、チームもなんか軽い感じなんだろうなって、汗流す程度なんだろうと思って行ったわけ。したらもう全員ガチでもうビビるぐらい本気でやってるわけ。ボコボコボッコボコほんとなんならこう俺らがもう疲れてちょっとこうグラウンドから引いて遠目で見てると、エドのそのスタッフのチームがエド相手でも関係なく思いっきりタックいってるの。全力なんや。エドも顔怪我しちゃってさ、怪我してこれ成立してんのこれみたいな、もう非常に恐怖を感じましたけどね。でもやっぱそういうのがつながってレコーディングもできてるわけやもんな。そうだからもう本当に何もないところには花は咲かないんですよ。そうだ。今海外と日本って、はい、割合的にはやっぱ海外の方がこのコロナ禍の中ではなかなかね、行き来が難しくて、もうすぐ海外行くんやもんね。そうやね。だからすごい自分の中で実はもう向こうに戻るっていう案もあったんだけど、やっぱり日本人だしこんなねとんでもない事態に巻き込まれてる全世界、俺は自分の国に帰った方がいいなっていうことで、日本を選んだらずっと帰れないままっていうそういう状況なんですけれども、でもどっちにも良さがあるから、こんだけ日本に逆にいたことがないんですよね。ここ最近言ってたもんね。こんな日本にいたことないっていうので、だから初めて見れた日本のいい部分っていうのはめちゃくちゃあったなと思いましたね。それは他の人よりも余計に分かるんやね、高やから。まずご飯がやっぱり美味しいんだなとかね、だって激太りしたんやろ。激太りパンダかなと思ったもん自分が全然やったけどね。いや、よくない食い過ぎはね、年齢もよくやっぱもう気にしなきゃいけないから、そっか、日本にそんな基本海外やもんね。海外にも家あってってことやもんな。そうだからツアーもずっとしてるしさ、なんかどっか一つの場所にとどまるっていう感覚がないの。そっか。そう常にどっかにいるっていう、だからもうコロナで家にいろとかさやっぱ言われるじゃない、すごく家にいることが多くて、ブクブク太ったよね。でも海外に行くとさ、もうモードが変わるやろ。変わる。海外行ったらもう本当にストイックになってしまうっていうのを言ってて、スイッチが入っちゃう。仕事で行く時もあるし、オフで行く時もあるんだけど、アメリカの人たちって合理的ではあるのね、日本みたいに頑張りすぎるっていうことはあんまりない。もう土日しっかり休むとか、そう家族サービスするとかもするし、お仕事も、9時以降あんまりとか、もうレコーディングとかもそうなの、すごくやっぱりちゃんと終わる。だから夜中まで朝までってことはまずないし。ないんだ。もちろんたまにいると思うけど、でも基本的にそういうスタンスだから自分のスケジュールが立てやすいんだよね。なるほど、海外行ったら節制して変わるやもんな。そうだね。そうやって言ったやん。だからこっちだと飯うまいからさ、昼も夜も食べちゃうじゃん。で向こう行くとやっぱり朝起きてちゃんと運動して、で山登るって言ってたもんな。山登るのよこの俺が。意外びっくりしたもん。俺ちょっと家に帰ってさ、山登るとこ、タカが山登るとこ想像したんやけどさ全然想像できなかった。山に帰る猿だよでもそう、トレッキングみたいな感じなんだけど、そこでこうちゃんと自然のエナジーを体に取り込んで、でその状態でレコーディングに行くっていう、すごくいいルーティンですよね。なるほどね、でまたいろんな人たちとゲストにしてレコーディングしていくわけやろ。そうだね。コラボレーションっていう言葉が一番わかりやすいのかな。固定はないんやね。もう新しい人がどんどん入って。そうね、やっぱりこう常にこう継ぎ足していく、もちろん自分の中でこの人好きだな、この人のなんか相性いいなとか、そういうのはあるんだけど、でも常にやっぱり新しいものっていうところの観点でいくと、いろんな人が毎日スタジオに出入りするっていう感じですね。すごいな、すごい。またでも出入りがよくあるって言ったら家に、俺はこう自分家とかにさ、自宅とかにさ、人を入れたがらないタイプだねだからもう俺に来たことないと思うし。ないよね。入れてよ。いやもうそれはさすがにいいんやけど。嫌なんだでもタカんちはさ、海外もそうやけど出入りがすごいっていうのがさ、そこも俺がオープンになった一つの理由でもあって、そういう話を聞いて、一つ一つの話が俺にとってはすごい刺激的やったから。そうだよね。だって誕生日も近くてさ、いろんなと
ところ共通ってあるのに、パーソナルな部分では意外と真逆の部分もいろいろ存在したりするかもね。そうあるよ ね。だからよくタカがポッと俺に言ってきてくれたんやけど、まあ孤独はずっとつきまとうけど、はいはい、もうどこ行ったってずっと俺らは孤独やと、うん、でも健太多分このままやったら健太が潰れてしまうから、うん、まあ俺もサポートするけど、うん、その周りを作っていくことも大切だよっていうのをタカが言ってくれた時に、うん、また余計にこう俺を支えてくれて周りを大切にしようと思ったし。いや嬉しいですね。そうですね。だからといって誰でも彼でも家に入れりゃいいってそういうもんでもないんだけどね。そういうのは全然違うんやけど、ね、ただでもやっぱりその自分の気持ちの置き方はね、そうそう固めずに、うん、常になんかこう柔軟にいることの方がすごく新しい刺激もあって新しい発見もあるっていう、まあ人生一回なんで、そうなんですよ。いろんなことは経験した方がいいっていう、はい、まあ、そういうあれですけれどもね。はい、はい、あります。作詞作曲とかはこう歌いたいなっていうやつとかはプロデューサーさんに伝えるって感じ？そうだね、まあ自分で一回まずメロディー歌ってみて、うん、どこが無駄でどこが大切なのかみたいなことは、まあもちろんプロデューサーも管理してくれるし、やっぱただこう例えば自分一人で曲を作るってなるとさ、ドレミファソラシドしかないから、そうよね、それの組み合わせってやっぱ似てくるんだよね。そうやね、うん、だからそこを全く違う観点から指示をもらう、これはこういかない方がいいとか、こっちの方がいいとか、だからそういうことのやり取りの中で歌詞が乗る時もあればメロディーが先の時もあるし、すごくいろんな状況があるんだけれども、僕のパーソナルな感じでいくとメロディーが一番最初ですね。メロディーか、はい、まあ、大体こう家で書き留めておく、まあ、メモったりしておく素材みたいなものは、もうコードとメロディーだけが基本、もうすごいシンプルな、そうすごくシンプルで、それを聞かせて逆にプロデューサーとか、リリックカー、メロディーメーカー、そういう人たちがどう思うか、なるほど、でいい部分をキャッチしてもらって、そこからまたさらに広げていくっていう、そんな感じですかね。この前も話したけど、複雑になりすぎるところが、はい、ある中で、はい、まだ世に発表された音楽を聴いた時に、今回はもうロックも感じるし、はい、すごいシンプルな中に魂を感じるっていうのが、はい、他の曲たちにも俺感じたから、はい、人間が一番最初に音を聞いた時に、ちゃんと言わずとも理解できる楽器っていうのはやっぱ僕ボーカルだと思うんですよね、だからそのボーカルがただメロディーをなぞって歌詞を歌ってるっていうのは、これやっぱりあんまり人には伝わらないというか、すごく繊細ですっごくこう下手したら吐息、もしくはこう歌い始め声がかすれてる部分だったりとか、やっぱ人間味を感じる、そこにその人のメッセージが乗っかってきて、人が理解をするという、だから一番大事な部分を塗りつぶしちゃうと伝わらないんだよね。だからシンプルにしていけばしていくほど一番人に伝わりやすい、ただでアカペラでいいのかって言ったらやっぱそういうことでもない、だからそのさじ加減というか、どこまでシンプルにしてどこまでこう前に出すのかも含めて、まあすごく難しい感じだとは思うんだけれども、まあそういうことをすごく意識して今回は作ってるアルバムです。いやそれがもうすごく感じました。いや嬉しいです、これ健太しか聞いてないからこれまだね。いやでもこう伝えたかった。嬉しいよ、これで多分僕らのファンも、そういう感じなんだって初めて多分今理解してる。でもやっぱ歌をこう大切にしてる、タカがより歌を大切にして、ロックも大切にしてる、その気持ちがすごい伝わったから、ありがとうございます。それは俺が言わずしても、これを見てない人でももう音聞いただけでは分かると思う。嬉しいね。それは分かると思う。あとやっぱもう歌がね、タカと清水翔太といて思うのはやっぱもう2人といて歌を俺も大切にしようと思って。いや本当にね、いや僕も思ってますよ。だから、翔太なんかのね歌を聞くとさ、これ俺にはできねえなと、やっぱもう安定感といい腹立つんよね完璧すぎて、ね、そうさりげなくやるやんか。わかる。腹立つわと思いながら、あれだからバンドマンにはないじゃん。そうなんよね、我々やっぱどうしてもどちらかというとさっきの人間味重視で行くから、まあ、ピッチはもちろん大事なんだけど、ピッチ云々じゃないさ。だからやっぱそのソロアーティストなんかがすごくしっかり練習をして歌を歌い込んでくるっていう感じはやっぱりなかなかねバンドにはないやつですよね。タカのさお父さんが歌がうまい下手やない、やっぱいいか悪いか、そこを信じて僕も歌をね、僕もそれはもう信じまくってるので、もうそこを大事にしていけばいいんじゃないかなと思います。だから何かあったらもう海外いてもアドバイスください。もちろん、何でも言ってください。電話してくれてもいいし、電話するテレビ電話をいつでもして。かしこまりました。タカはこういろんな海外アーティストやったり日本のアーティストと共演してますけど、これはすごかったなって思う方がいる。
なかなかねやっぱりたくさんいろんな人とやっぱお仕事をねさせてもらってるので一人っていうのは難しいんだけど、俺を省いてになるけどねどうしてもねいやでもねそういう観点でいくと逆に人じゃなくて内容なんですよ、だから自分が共感できる、もしくは相手が共感してくれる、それが生きていく中で一番勇気をもらえるんですよ。しかもましてや海外で言語も文化も違う人が自分と同じ感覚を持ってたりとか、自分と同じ意見を持ってたりする時ってテンション上がるじゃん。上がる上がる。だからなんか海外を見たことないけど、まあそっか、でも結構俺らで言うと同い年だとかさ、そういうそれだけで全然やっぱりこう違うわけですよ。だからやっぱり自分たちの思いを共有できた瞬間、こういう人が世の中にもいると、そういう感情に揺さぶられた時はすっごい生きてる感じがする、生きててよかったな、未来も見えるし過去も肯定できるし、だそういう人にこう巡り会えた時は本当に話せてよかったなと思うよね、でもそれはきっとね、お客さんもワンオクに出会ったワンオクついて信じてくれてるお客さんたちも多分きっとそう思ってると思う、ワンオクに出会ってワンオクの音楽聴いて嬉しいよね。いやそうよ。でやっぱり我々はいつの時代も嘘ついちゃいけないんですね、思ったことは全部言うね、吐き出していかないとやっぱりそこに真実は生まれないなと思っておりますけれども、やっぱり共鳴できたりとか、意見がこうしっかりとバチッとあった時、それがすごく自分にとってはなんか次頑張るための餌になってる気がします、今後一緒に曲作りしてみたいなと思うアーティスト。いやもうせっかく今日はこういう場所があったから、やっぱりここでもうワニマとやるって宣言した方がいいんじゃないですか。そうですね。曲を一緒に作ってねプレイしてもいいじゃないですか、やっぱそういうなんかこうサプライズみたいなね。サプライズもう言った時点で今サプライズじゃもうなくなったけどもっとすごいサプライズよね。なんか一緒にできたらいいですよね。一緒にやりたい。楽しみにしてますよ僕は。そろそろタカとはお別れの時間になってきましたけど、これからこう音楽的に始めたいこと、チャレンジしたいこととかあれば。でもチャレンジずっとしてるもんな。そうね。でもチャレンジをやめないことはすごく大事なことだと思うから、今年はいろいろな大きな分岐点になってるので、もっともっとこの日本のエンターテインメントも含めてね、素晴らしく、そしてこうアーティストが生きやすい、でまたこうアーティスト自身が頑張れるような、そういう環境っていうのをもっともっと模索していきたいなと思うし、音楽的にというよりは一人の人間として、すごくこうもっともっと成長していきたいなと今は思ってます。最後、日本のロックバンドが海外で通用するために必要なことは、海外行った高谷から答えれると思う。そうですね、気合ですね。気合。もうここまでいろいろベラベラ喋りましたけど、最後はもう本質に帰ります気合です気合よな。やっぱもう話しても思ったもん、やっぱ気合とどっちかに舵を切ると、それでついてくるメンバーも大変だと思うよ。いやもうトールくんとあんなめちゃくちゃ喋って、こそオンラインの、打ち上げでもトールくんとだってもうタカもう死んでたからね死んだ後に俺トールくんとずっと一緒にいたからねもう爪めちゃ飛んだけど、トールくんのその熱さもタカのこともすごい理解してるし、めっちゃこう面白い人やなって思ったし、そうなんですよ。いいメンバー感やなってワニマの3人でも常に言ってる。本当。でもワニマも一緒じゃない？そういう部分ではすごい綺麗なトライアングルができてるよね。あの感じを保つのも大変だし、普通にバンドやっててそんな綺麗な3ピースバンドでトライアングル作れるバンドっていうのもなんかいないしね。いろんなことがちゃんとこう成り立ってないと、バンドってうまくいかないじゃないですか。そういう部分ではワンオクロックもワニマもすごく近いところがあると思うんだよね。素晴らしい。すごいいいバンドですワンオク。今年は日本ではライブはするんですか？ライブしたいんですよ。でライブしたいからやっぱりこうね、なんとか、もう今もこうぐちゃぐちゃじゃないですか。しかもバンドってそのライブって最後やんか。今もう全部の最後やから、もうちょっと頑張ってるのも分かりますけど、僕らも頑張ってるんですよっていうのがね伝わってほしい反面、どうしようもできないことも理解してるというこの歯がゆい感じの中でできる限りのことは考えてます一応。かしこまりました。皆さんワンオクのライブ楽しみにしててください。ということで今日はワンオクロックからタカをお迎えしました。タカありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。いやありがとうございました。こちらこそ。ワニマのベースボーカルケンタがナビゲートしてきたワウミュージックいかがだったでしょうか。ワンオクのタカをお迎えして
もう本当に最近急接近していろんなことをこうお互い話すようになって、またこうやってラジオで話せたことがすごい嬉しかったですね。でタカも終わった後にこんなたくさん話したん初めてかもしれんっていうのですごくこう自分の気持ちを話してくれたし、俺もこうなんかこうタカがいて、もうタカの匂いがもうタカんちの匂いやったんで、僕もリラックスして話すことができたので、初めましての方と会うのとまた違ってこうリラックスしていろんな話を聞けたのがすごくありがたかったです。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は東京都在住熊本県出身ワニマの健太でした。